1998年メリーランド州で米国文学で最も高く評価された作品の一つが教育課程から外されました。禁書にすべきと圧力をかけた保護者たちは卑猥かつ反白人主義的と主張したのです。対して他の保護者や教師が激しく抗議し、決定は覆されました。しかしマヤ・アンジェロー著歌え飛べない鳥たちよへの抗議はこれが最初で最後ではありませんでした。この回想録ほど物議を醸した本はないでしょう。通常本を禁書扱いにする決定は州や国のレベルではなされませんが、アンジェローの本を禁書扱いにした学校や図書館の多くは同様の理由を挙げています。最も共通する理由は性的暴行やアメリカの人種差別、暴力を扱っており、青少年が読むには不適切だというものです。しかしこうした懸念はアンジェローの物語の本質、検閲と若者の生活に沈黙を強いることの危険性を探るという本作のテーマを見過ごしています。1969年に出版された歌え飛べない鳥たちよは、貧しい黒人の少女としてアメリカ南部で育った著者の幼少期をたどります。物語の中心はアンジェローが性的暴行を受けた経験で7歳半の時のことでした。暴行について口にするのをタブー視する大人に囲まれ、アンジェローは自分が悪いのだと思い込みます。そして裁判で暴行者について彼女がついに証言すると、彼は自警団により殺されたため、彼女は自分の証言により犯人が死んだことに責任を感じ、6年もの間ほとんど何も話さなくなってしまいます。この本にはアンジェローが自らの声を取り戻すまでの道のりが記されており、不快な現実を避けることにより生じた苦痛や誤った羞恥心を探求しています。この回想録はアンジェローの幼少時の困惑と大人になって理解したことを巧みに融合して語っており、幼少時には奪われていた見解を読者に示しています。彼女は沈黙を強いられ恥ずかしめられた幼い頃の経験と人種隔離されたアメリカに生きる貧しい黒人としての経験を結びつけます。彼女はこう記しています。黒人の女性は3つの難題にさらされています。それは男女差別、白人からのいわれのない嫌悪と黒人自らの非力さです。この自伝は子供への性的虐待について初めてあからさまに語られた本の一つであり、特に虐待された子供の視点から語っている点が画期的です。何世紀もの間、黒人の女性作家は性欲過剰であるとの偏見による制約を受けてきました。この偏見を強めることを恐れて性について進んで書こうという作家はほとんどいませんでした。しかしアンジェローはこうした制約を拒絶しました。彼女は謝罪や恥の感情を交えずに極めて個人的な経験を公に語りました。この反骨精神はトラウマに陥りがちな主題に対して立ち向かおうとする希望で彼女の文章を満たしています。黒人国歌を白人の来賓がいる場で歌うなという指示に同級生が逆らったことを回想し、彼女はこう書いています。大勢が涙を流しましたが、涙を恥じて拭うことはしませんでした。私たちは場を支配し、戦い抜いたのです。アンジェローの回想録は公民権運動とブラックパワー運動の最中に出版されました。それは活動家たちが学校の教育課程にアメリカの多様な経験を反映するよう求めていた時代です。しかしこの本は学校に置かれると間もなく問題視されました。授業計画を管理しようとするキャンペーンが70から80年代に全米で盛んになりました。アメリカ図書館協会には最も頻繁に禁書扱いされた本のリストがあり、歌え飛べない鳥たちよは20年間リストの上位にありました。しかし保護者や学生教員たちは一貫してこの回想録を支持すべく抵抗し続けたのです。2013年までにこの本はアメリカの高校の国語の授業でノンフィクションとしては2番目に多く取り上げられた本となりました。著作が禁書扱いを最も受けた一冊となっていることにつき感想を求められ、アンジェローはこう言いました。禁書扱いを求める人について気づいたのは、私の本の一節も読んだこともないのにレイプについて書いていると耳にしたということです。まるで自分たちの子供が同じ目に遭っていないかのように振る舞っていますが、とんでもないことです。性的虐待や人種差別の被害者になりうる年齢の子供はこうしたテーマについて読むのに十分な年齢だと彼女は考えています。なぜなら乗り越えるためには耳を傾けること、学ぶことは不可欠であり、言葉にできないことが語られないままだとはるかに危険だからです。歴史好きの方はぜひこのチャンネルにご登録ください。過去の教訓が今私たちが直面している問題を解決してくれるかもしれません。